覚悟は必要。あるいはなんか知りたくないことを知ってしまうっていうこともねあるかもしれないし、怖い現実と対峙しなきゃいけないっていうさことになるかもしれないしね、そこはねそうですね。考えなきゃいけないところだけど、何が来るかね、そんな何の映画が来るかな。その人にね紹介したい映画はねなんだブルーベルベットですよ。ブルーベルベット、デビッド・リンチ。デビッド・リンチですね。リンチ監督。これはそのリアクションからするとハセコは見てるんですか？そりゃそうですよ。ブルーベルベット、デビッド・リンチは、ね、やっぱり、カルトナンバーワンカルトっていうかね、カルトマスター、リンチ監督といえばではあるね。確かにそうこれね、ちょっと今にして思うとエポックメイキング的な作品ですよね。ここからそういうちょっとアメリカのこういうちょっとこうなんていうのかなディープな作品がいっぱい派生したかなって気はするんだけど、80年代ぐらいでしたっけね、ブルーベルベットって。80これ何年でちょうどね、僕よく覚えてるのはちょうどね東京へ上京した頃に結構ねすぐ見た映画かな。上京何年ですか？僕は上京86年かな。じゃあそれぐらいかも。今ちょうど調べると、制作年は1986年になってます。やっぱりじゃあ僕86年上京したんで、ちょうどそうですね。でこの映画ってね、もちろんそのデビッド・リンチですけど、デビッド・リンチっていうとね世代によっても今の人は多分もしかするとあんまり知らないのかもしれないね。確かにあんまり作品最近撮ってないですね。80年代末にツインピークスっていうテレビシリーズ撮って、でそれが大ヒットしたんだよね。でこのツインピークスは今から思うと、今のアメリカのテレビドラマの要するにミステリー系のテレビドラマの先駆けだよね。ここから始まってると、それまではテレビドラマって結構ソープオペラって言われてて、ちょっとライトななんていうの恋愛ものみたいなものをずっとやってたんでね、それがちょっとサスペンスとかミステリーとかで結構ダークな感じでやり始めたのが、ツインピークスが最初。デビッド・リンチが後のテレビドラマとかに与えた功績っていうのはねすごいものがあるとは思う。これがなければやっぱりその後の24とかロストとか、そういうものはなかったと思う。確かにああいうフォーマット、あれ X ファイルも流行ったけどそれよりも前ですもんね。だから本当に先駆けの、確かにそれまでもなんかあったんだけど、ビジターとかね、いろいろあったんだけど、なんかちょっと子供騙しっていうか、ちょっとそんなになんか乗れないなと思ってたんだけど、ツインピークスの良かったところはやっぱりこう昼の世界と夜の世界っていうのを書いたところだね。ツインピークスは昼の世界っていうのはすごいのどかな田舎の世界で、そこに夜の世界になるとものすごくこう恐ろしいものがその街のもう一つの顔として現れるって話なんだけど、このブルーベルベットはまさにそのツインピークスのなんていうの雛形と言えるような構成っていうか見せ方をしてる。ツインピークスをおすすめされても結構な話数ありますしね。そうだね。だったら確かにブルーベルベット一本で見れる方がおすすめはしやすいかもしれないですね。デビッド・リンチが何者なのかっていうのはなかなか説明がしづらいんだけど、しづらいですね。あれはまずイレーザーヘッドっていうのを撮って、それ白黒映画だったんだけど、それがちょっとヒットしたんですよ。今で言うとねクリストファー・ノーランのメメントみたいな感じでしたよ。なんじゃこりゃっていうさ、何これっていう感じで、そのスピルバーグとかもこのやっぱりイレーザーヘッド見てすごい驚いたと。これ一応 LA で撮ったことになってるんだけど全然 LA に見えないっていうんで、どこで撮ったんだろうこの映画っていうぐらい変わってた。でその後エレファントマンっていうのを撮って、これがね世界的な大ヒットでアカデミー賞まで取っちゃうっていう大ヒットで、これがねデビッド・リンチのキャリアを不幸にした一因だと思うんだよ。これ実は今見るとエレファントマンってすごくカルトな表現なんだけど、当時はアカデミー賞とか取っちゃったんで、ウェルメイドな映画だっていう風に思われたんだよね。要するに感動ポルノ的な映画だと思われたわけだよね。なるほど。要するにハンディマンっていうのを主人公にして、エレファントマンでハンディマンを主人公にして、その人がどんなに虐げられてひどい目にあってもその人の心は美しいっていうさ、そういう感動ポルノみたいな話として紹介されて、俺もねそう思ってたのよ。
エレファントマンとかはそういう映画だと思ってたんだけど、テレビで見た時もやっぱそう思ったわけよ。そんな分かんなかったんだよ、で後にリンチをずっと見続けてると、いやエレファントマンはそういう映画じゃないだろうってことに気づくんですよ見方が間違えてると、エレファントマンはちょっとそういう見方じゃないなっていうことに気づくんだけど、この当時は気づかなくて、でこの後リンチが何を撮ったかっていうとね、今まさに世界中で大ヒットしてるデューンですよ。出たデューン、砂の惑星を撮ったわけですよ、デビッド・リンチはね。でこのデューンが当時ですごい制作費かけて撮ったんだけど大こけですよ。レビューも興行成績も散々ですよ。そっか、デューン、そうですね。これでね、デビッド・リンチもなんかでインタビューで言ったけど、このねデューンの主演がね、今回そのブルーベルベットで主演してる、カイル・マクラクランっていう俳優ですよ。で同じ方か。そう、後にツインピークスのクーパー捜査官の役をやる人で、クーパー捜査官の人ですよね。そうで、このデューンの主役もカイル・マクラクラン。あ、そうなんだ。この映画デューンが大失敗してしまうんだけど、もうこれでキャリアはおしまいかなっていうぐらいひどい大失敗だったんだけど、実はねこの映画砂の惑星はプロデューサーがディノ・ディ・ラウレンティスっていうプロデューサーで、このディノ・ディ・ラウレンティスってプロデューサーとしては超有名なプロデューサーで、イタリアのね貴族かなんかなんだよね。海外で金を集めてそれをハリウッドに売りつけるっていう方法ですごい対策をいっぱい取ってる人で、ちょうどねこの砂の惑星の頃はもうラウレンティスがすごい対策主義になってる頃で、キングコングとかも撮ってたんだよね。でみんなが知ってるところで言うとね、羊たちの沈黙の後の映画ってなんだっけ、ハンニバルです。ハンニバルだ、ハンニバルって映画があって、あハンニバルれがすごいヒットしたんハンニバルだけど、ハンニバルのプロデューサーだった、結構大物プロデューサーですよ、でこのねブルーベルベットは実はデューン砂の惑星と一緒に契約してたらしいね。あ、そうなんだ。でデューン砂の惑星が要するにすごい超大作なんで、そのファイナルカット権とかいろんなその監督のこうしたいっていうのが聞き入れられないっていう契約状態だったんで、それでその次にオプションとしてブルーベルベットっていう契約をそのラウレンティスに出したんだよね。でデューンはもうあんたの言う通りするから、ブルーベルベットに関してはもう全部俺の好きにさせてくれという契約だったんだよ。でリンチが、なるほど。そうだからデューンは超大作だったんで監督の好きにできないっていうのはそれは分かると。でもブルーベルベットは本当におまけなんで、これ砂の惑星で余ったお金で作るんでちょっと好きにやらせてくれよっていうんで契約したと。だから最初からこれはデューンとセットだったと、ブルーベルベットね。そういうバックグラウンドあったんだ。そうだからこれで要するにこのプロデューサー監督主演これ3人ともデューン砂の惑星の続きなんですよ。だからねこれはね実はそんなつながりがあるんですよ。世界観全然違うから役者さんで同時に撮影してたら大変なことになる。ただねブルーベルベットを見ると本当はリンチがデューンをどうしたかったのかっていうのがなんとなく分かるのよ。なるほど。こういう感じにしたかったんだな本当はっていうね。それはダメ出るだろうってさそうだしそうですねそんな映画止めるだろそれはって、そんな超大作でやるのはでも多分こっちのブルーベルベットがリンチの本質的なとこで、でまさにそのように当たったわけだよね。ブルーベルベットって映画自体は知ってるんですけど、当時当たったんですか？あれその辺知らなくて。当たったと思う。ただ当たったっつっても公開規模が多分小さいと思う。僕も東京上京してすぐ見たんだけど、単館映画です。当時シネマライズ渋谷っていう映画館があってありましたね。そこでねすごい最大のヒットしてたと思う。当時単館映画で最大ヒットだったと思うね。すごいだからこれは当時のそのマニアからは話題になった映画だった。俺もそれ見てで俺もこの映画を見て初めてリンチってめちゃめちゃ面白いなと思って、でリンチの過去作見てエレファントマンとか見るとエレファントマンって見方を間違えてたなってことで気がつくわけだねこういう映画だからブルーベルベットみたいな映画だと思って見たらなるほどねって思って分かるっていうのがね。癖も強い監督ですからね。でこの感じがツインピークスにやがていくわけだよね。だからなんていうのかな、初めて見るタイプのフィルムノワールっていうのかな。なんかねフィルムノワールっていうジャンルは知ってるんだけど、それはだってハリウッド映画でフィルムノワールはいっぱい作られてるわけだよね。例えばギャングの映画とかさ、マフィアとか扱った映画いっぱいあるわけで、ただ
そういうのとはちょっと味が違うっていうかね。いや全然違いますよね。違うこれフィルムだからノワールって言われるとはっきりとそうだねとも言い切れないなんか感じがありますけどね、ブルーベルベット。まあでも悪党が出てくるわけじゃないですか。でその悪党が確かになんかこう魅力的なわけじゃないですか。特にこの映画に出てくるデニス・ホッパー、悪がデニス・ホッパーなんだけど、これはねはっきり言ってデニス・ホッパー主役と言ってもいいぐらいですよ。でそうこのデニス・ホッパーが実はブルーベルベットに出る前まではかなり低迷期だったんだよね。かなりくすぶってて、で干されてましたそれもんね。はなんでかっていうとちょっとジャンキーでいろんな撮影現場でもうトラブルを起こしててほぼ干されてたんだよね。でそれがこのブルーベルベットでもう大復活を遂げて、この後もうデニス・ホッパー大活躍しても行くとこまで行っちゃって挙句にあれですよ、マリオブラザーズまで出ちゃうわけですよ。そうか、クッパ役クッパ役デニス・ホッパーか。そこまで行っちゃってやりすぎだそれはデニス・ホッパーって言っちゃうわけだけど。まあでもこのデニス・ホッパーのこの悪の魅力が開花したのはこのブルーベルベットで、だからすごいですね、スピードとかでも悪役やってるじゃないですか。うん、これはこのブルー